鍵のない宝箱。第一章、青柳古美術展。物は語る。だがその声に気づけるのは、心を澄ませた者だけだ。そう青柳隆は固く信じていた。朝もやの中、独特の風情を醸す街並み、谷中の古い路地に佇む、青柳古美術展の鍵を回す音が静寂を破る。30年来の変わらぬ儀式が始まる。店を開ける前の15分間、隆は骨董品たちと静かな対話を交わすのだ。指先が淡い青磁の表面を撫でると、冷たさが次第に体温を帯び、まるで呼吸を始めたかのように温かみを増していく。彼はそっと目を閉じ、その器が語る長い旅路に耳を傾けた。100年の時を経た陶器のきめから、かつてそれを愛した人々の喜びや悲しみが、かすかな震えとなって彼の指先に伝わってくる。特別な場所に飾られたかけた茶碗に指を滑らせた時、いつものように妻、マリコの声が聞こえたような気がした。しかし彼は、その茶碗が自分に語りかけているのが、本当は亡き妻の声ではなく、自分自身の心の声だということにまだ気づいていなかった。東京、谷中の石畳の路地裏、その一角にひっそりと息づく、青柳古美術展では、時の流れが忘れられたかのように緩やかだった。店の扉を開けると、白檀の香りと古書の匂いが絡み合い、来訪者を別世界へと誘う。100年以上前の欅の棚には、時代を超えて生き延びた茶碗や香合、小さな置物たちが、それぞれの物語を秘めて並んでいた。午後の柔らかな明かりが差し込む店内で、常連客の森田が小さな香合を手に取った。70を過ぎた森田は美術史の名誉教授で、隆にとって議論の相手というより、死のような存在だった。青柳さん、この香合、江戸中期のものでしょうか。明和年間のものです。蒔絵の技法から見て、おそらく京都の職人の手によるものでしょう。隆は眼鏡の奥の目を細め、香合を優しく撫でるように指先で触れた。こういった品が残っているのは奇跡的なことですよ。幾度もの火事や戦争、そして人の無理解から逃れて、物の運命とは皮肉なものだな。森田はゆっくりとうなずいた。人間が作ったものが、作り手よりも長く生き続ける。我々は物の一時的な管理人に過ぎないのかもしれん。だからこそ、私はこれらを守り続けるんです。隆の声には、穏やかな表情からは想像できない強い意志が混じっていた。物には記憶が宿る。それを守ることが、私の使命だと思っています。森田は静かに目を閉じ、再び開いた。しかし、物に記憶が宿るとしても、その記憶にとらわれすぎると、人は前に進めなくなる。物を守るのと、物に守られるのは違うものだよ。隆は返答せず、店の奥に飾られた小さな茶碗に目をやった。淡い青磁の釉薬が施された。縁の一部が欠けた不完全な茶碗。マリコが最後に彼に送ったものだった。5年前、彼女はその茶碗と共に、大切なのは完璧さじゃないのよ、という言葉を残して旅立った。その意味を、隆はまだ完全には理解していなかった。店の扉の鈴が鳴り、隆の一人娘、めぐみが颯爽と入ってきた。32歳の彼女は出版社で編集者として働いており、時折店を訪れては父の様子を見に来ていた。お父さん、また新しいものが増えてる？彼女は店内を見回していった。そろそろ整理した方がいいんじゃないかな。特にあなたの住まいの方は大丈夫だよ。すべて管理できている。
たかしは軽く手を振った。それに、どれも価値のあるものばかりだ。手放せるものなんて一つもない。でも、本当に必要なものってどれくらいあるの？めぐみの表情には心配が浮かんでいた。ものを大切にするのはいいけど、それが重荷になっていないか心配なの。森田はその会話を聞きながら、静かに微笑んだ。そして何気ない口調で言った。青柳さん、ところで今週末、屋根線の骨董市に行ってはどうかね？ある知人が、あなたが喜びそうな品を出すと言っていたよ。屋根線の骨董市ですか？たかしの目が輝いた。どんな品なのですか？それは自分の目で確かめてほしい。森田はわずかに微笑んだ。私の目ではなく、青柳さんの目で見るべき品だ。行ってみます。たかしの顔が少年のように輝いた。あそこにはまだ見ぬ宝物が眠っているかもしれません。何を探しているんだ？森田が意味深に尋ねた。たかしは一瞬黙り、そして言った。わからないんです。でも、見つけたら絶対にわかる。何かが足りないような、何かを探し続けているような。お父さんの探し物は、もう十分すぎるほどあるでしょう。めぐみはため息をついた。たかしは微笑んだが、その目は遠くを見ていた。あの日から5年、彼は何かを探し続けていた。物の中に埋もれながら、物では埋められない何かを、彼は知らなかった。その週末の骨董市で、彼の人生を変える出会いが待っていることを、鍵のない宝箱との出会いが、彼自身の心の扉を開くことになるとは。第2章、運命の出会い。雨上がりの朝の空気には、湿った記憶のような匂いが漂っていた。日曜の早朝、屋根線エリアの細い路地に即席の露店がずらりと並ぶ様は、現代の東京に残された小さな奇跡のようだった。青柳隆は濡れた石畳を慎重に踏みしめながら、熟練の目で一つ一つの露店を見て回っていた。他の骨董愛好家たちが人気の品を目指して群がる中、彼は流れに逆らい、目立たぬ脇道や通りの端へと視線を向ける。本物の宝物はいつも誰の目にも止まらない場所に隠されている。彼の心情だった。何か変わったものはありませんか？たかしはいつもの挨拶を繰り返しながら露店を巡っていた。手に取る品物の一つ一つから彼はその歴史を読み取ろうとする。指先が触れた瞬間、物たちは彼に語りかけてくるのだ。しかし今日は違った。今日は物が彼を呼んでいた。人気のない通りの角に、見覚えのない露店が一つだけ寂しげに佇んでいた。折りたたみテーブルの上には、数点の骨董品が無造作に並べられている。店主らしき老人は、豆茶のような色をした帽子を深くかぶり、ぼんやりと遠くを見つめていた。珍しいものはありますか？たかしが声をかけると、老人はゆっくりと視線を合わせた。その瞳は不思議なほど澄んでいて、まるで人の心の奥まで見通せるかのようだった。あなたが探しているものなら、ありますよ。その言葉に、たかしは思わず足を止めた。自分が何を探しているのか、自分自身でさえはっきりとはわからなかったのに、老人は静かに身を乗り出し、テーブルの下から一つの箱を取り出した。その瞬間、世界の音が遠のいた。雨上がりの朝日を浴びて、黒炭の箱がたかしの視界に飛び込んできた。20センチ四方ほどの小さな宇宙。蓋を覆う透かし彫りは、光と影の織りなす舞踏のように、見る角度で姿を変える。四隅にはめ込まれた銀の金具は、朽ちかけた星のようにかすかな光を放っていた。表面には無数の細かな傷とへこみが刻まれ、それらは歳月の指紋のように、
箱に言葉にならない威厳を与えていた。そして最も彼の心を掴んだのは、前面の中央に据えられた鍵穴の存在だった。それは古びた瞳のように彼を見つめ返し、幾重もの秘密を内に秘めているようだった。古風な形の鍵穴は何かを語りかけているようだが、肝心の鍵は影も形もない。その不在が、かえって高志の心に奇妙な共鳴を呼び起こした。美しい箱ですね。高志は簡単の声を上げた。彼はつい手を伸ばし、その表面に触れてみた。指先に伝わる木のぬくもりは、100年の歳月を経た記憶の残滓のようだった。明治時代の工芸品でしょうか。おそらくそうでしょう。老人は静かに答えた。確かな目をお持ちですね。明治の初め頃、西洋の技術が入ってきた時期のものかと。でも、この箱にはある事情があります。事情？この箱は開かない方がいい。老人の声は、不意に低く、硬質になった。中身は空かもしれない。または、あなたが期待するものではないかもしれない。開けた時の失望に耐えられないこともある。高志は眉を潜めた。鍵はないのですか？失われました。もしくは、隠されたのかもしれない。老人はわずかに口元を緩めた。そのシワだらけの顔に浮かぶ笑みは、何かを知っている者だけが持つ余裕を感じさせた。中には何もないかもしれない。あるいは、あなたにとって最も価値のあるものがあるかもしれない。それは開けた人の心次第です。普段なら、高志はこのような神秘的な話には懐疑的だった。しかし、この箱には不思議な引力があった。彼の心を引きつける何かが。おいくらですか？高志は問いかけた。老人はしばらく考え込むような素振りを見せ、意外に低い金額を提示した。高志はためらう間もなく財布を取り出し、言われた金額を手渡した。老人は箱を慎重に包み、高志に手渡した。その手は予想以上に温かかった。縁があって、あなたの手に渡りました。老人は言った。この箱が教えてくれることを、心して受け止めてください。教えてくれる？箱が？高志は首をかしげた。高志が尋ねようとしたが、すでに老人は次の客に気を向けていた。返事はもう、得られそうになかった。帰り道、高志は箱を両腕に抱えたまま歩いた。まるで大切な命を預かっているかのように、何度も腕を抱き直しながら、店に戻ると、ようやく現実の時間が戻ってきたように感じた。箱を作業台の上に置き、彼は何度も周りを回りながら観察した。明かりの下で見ると、細工の細かさがより際立つ。蓋の透かし彫りは幾何学模様だけでなく、よく見ると繊細な花と枝の模様が織り込まれていた。彼は拡大鏡を取り出し、鍵穴の細部をじっくりと観察した。翌日、いつものように骨董店の仕事を進めていた高志のもとに、友人の田中が訪ねてきた。田中は鍵師であり、古い錠前の修理や複製を専門としていた。60を超えた彼の眼鏡の奥の目は職人特有の鋭さを保っていた。何か面白いものは見つかったのかい？田中は目を細めて、作業台の上の箱を見つめた。これを見てくれ。高志は箱を指さした。田中は眼鏡を押し上げ、箱に近づいた。ほう、素晴らしい細工だ。彼は箱をあらゆる角度から観察し、鍵穴に特に注目した。珍しい構造の鍵だな。簡単には開かないだろう。無理に開ければ壊れてしまうだろうか。おそらくね。田中はうなずいた。この種の箱は、無理に開けると内部の仕掛けが壊れることがある。特に、この細工の緻密さを見るに、単なる収納箱ではなさそうだ。
たかしは箱の底面を調べ、そこにかすかに刻まれた MA というイニシャルを発見した。誰のイニシャルだろう。所有者だろうか。それとも作り手か。田中は肩をすくめた。ところで、鍵はなかったのか。なかった。たかしは答えた。店主は失われたと言っていた。開けることはできるかもしれないが、中の仕掛けを知らないと危険だ。田中は警告した。この種の箱には、無断で開けられることを防ぐ仕掛けがあることもある。急いで開けようとするな。たかしは黙ってうなずいた。いつもなら、彼はすぐにでも箱の中身を確認したいと思うところだ。しかし今回は違った。妙な期待と恐れが入り混じる感覚があった。それから1週間、たかしは箱について調べた。彼は古書店を訪ね、宝箱について書かれた文献を探し、美術館の学芸員に問い合わせ、知人のコレクターに電話をかけた。MA のイニシャルについても調査したが、決定的な手がかりは得られなかった。その週の木曜日の午後、たかしが店の帳簿をつけていると、玄関のチャイムが鳴った。宅配便です。たかしがドアを開けると、配達員が一通の封筒を手渡した。差出人の名前はなく、ただ彼の住所と名前だけが丁寧な筆跡で書かれていた。店に戻り、たかしは不思議な封筒を開けた。中には一枚の手紙が入っていた。箱を返してほしい。あなたには関係のないものです。返却いただける場合は、土曜日午後3時に上野公園の石橋のたもとでお待ちしています。署名はなかった。たかしは箱を見つめた。単純に無視することもできたが、好奇心が彼の心をかきたてた。誰がこの箱を欲しがっているのか、なぜそれほど重要なのか、土曜日、上野公園に行くべきか、それとも無視すべきか。たかしの目は、棚に飾られた亡き妻の写真に向けられた。彼女なら何と言うだろう。マリコ、僕はまた好奇心に負けそうだよ。彼は小さくつぶやいた。君がいなくなって5年。まだ鍵が見つからないんだ。窓の外では、夕暮れの空が深い紺碧へと染まりつつあった。たかしの心には、これから2日後の出会いへの期待と不安が交錯していた。箱は静かに、次の展開を待っているようだった。第3章、宮本家の孫娘。誰も現れないことを期待しながら、たかしは上野公園の石橋のたもとに立っていた。土曜日の午後3時になる5分前、時計の針とともに彼の緊張も高まる。手紙が何者かのいたずらであることを願いつつも、バッグの中の宝箱がやけに重く感じられた。彼は持参すべきか悩んだ末、箱を持ってくることにした。見せるつもりはなかったが、もし本当に持ち主が現れたなら、時計が3時を指したとき、たかしは周囲を見回した。人の行き交いは絶えないが、彼に声をかける者はいない。ただ、近くのベンチに座る若い女性が、時折彼の方をちらりと見ているような気がした。10分が過ぎた。たかしはため息をつき、立ち去ろうとしたその時だった。お待たせしました。青柳さん。振り返ると、先ほどのベンチにいた女性が立ち上がり、彼に向かって歩いてきた。30代前半だろうか。端正な顔立ちに落ち着いた雰囲気を漂わせ、あでやかな黒髪を肩で切り揃えている。着ている紺色のワンピースは質素ながらも上質な生地で仕立てられていた。あなたが、手紙の、たかしは問いかけた。はい。宮本麻子と申します。彼女は小さく頭を下げた。その仕草には古風な品格が感じられた。少し歩きながら話しませんか。ここは人の目が多すぎます。二人は言葉少なに石橋を渡り、
博物館の裏手にある静かな小道へと足を進めた。朝子は歩きながら高志を観察しているようだったが、彼もまた彼女を観察していた。箱はお持ちですか？朝子が静かに尋ねた。ええ。高志は警戒心を解かない。しかし、なぜ私に返してほしいのですか？あれは正当に購入したものです。それは理解しています。朝子はうなずいた。ですが、あの箱は私の家族にとって特別な意味を持つものなのです。宮本家の、宮本家。高志は繰り返した。どうやって私が箱を持っていることを知ったのですか？朝子は少し緊張したように見えた。骨董品業界は意外と狭いものです。知人から特徴的な装飾の箱が青柳古美術店の店主の手に渡ったと聞きました。彼女は言葉を続けた。箱に刻まれたイニシャル M.A. は宮本朝日。私の曽祖父のものです。宮本朝日、明治時代の実業家ですか？高志は興味を示した。はい。朝子の声は少し誇らしげだった。祖父から聞いた話では、曽祖父は明治初期に実業家として成功し、多くの美術品を収集していました。特にこの箱は彼が特別に注文して作らせたものだったと。二人は近くの小さなカフェに入り、窓際の席に座った。お茶を注文した後、朝子は深い息を吐いた。最初に断っておきますが、私はあなたを脅したり無理を言うつもりはありません。彼女はゆっくりと言った。ただ、あの箱が家族の元に戻ることを願っているだけです。なぜその箱がそれほど重要なのですか？高志は率直に尋ねた。見た目は確かに立派ですが、特に希少価値があるようには見えません。朝子はティーカップに口をつけ、少しためらうように見えた。実は、40年前、祖父が亡くなった後、私の家族は箱をめぐって分裂したのです。箱のせいで、高志は眉を潜めた。祖父の遺言には、箱は、真の価値を理解できるものに渡るべきだと書かれていました。朝子の声は静かだった。しかし、親族の多くはその価値を物質的なものだと解釈し、箱の中に財宝か重要な書類でも入っていると思い込んだのです。それで相続争いになったのですね。高志は理解した。では、箱の中身は何だったのですか？朝子は首を横に振った。それが問題なのです。争いの最中に箱は行方不明になりました。誰も開けることができないまま、鍵がなかったからですか？はい。祖父は亡くなる前、鍵の隠し場所を誰にも教えませんでした。箱を開ける資格のある者だけが、鍵を見つけられるだろう、と言っていたそうです。高志は思わず簡単の声を上げた。まるで小説のような話ですね。でも、これは私の家族の現実なのです。朝子の声は静かながらも強い意志を感じさせた。祖父の死後、家族は対立し、親族の絆は壊れました。私はその修復を願っているのです。しかし、箱を返したところで、鍵がなければ状況は変わりませんよね。高志は思ったことを尋ねた。そうかもしれません。朝子は認めた。でも、箱が戻れば、少なくとも家族の歴史の一部が取り戻せるのです。高志は考え込むように眉間にシワを寄せた。彼は朝子の言葉に真実味を感じていたが、同時に何か隠されているようにも思えた。宮本家について、もう少し詳しく聞かせてもらえますか？高志は尋ねた。朝子は姿勢を正した。宮本家はもともと、呉服商でした。曽祖父、宮本朝日が明治初期に事業を拡大し、貿易にも乗り出したんです。彼は西洋美術に強い関心を持ち、
多くの品々を収集していました。そして、その収集品の一つがこの箱だったのですね。はい。ただしこの箱は単なる収集品ではなく、特別に注文したものだったと聞いています。朝子はカップを両手で包むように持った。曽祖父は特に箱物や秘密の仕掛けに魅せられていたそうです。なるほど。それで、祖父の代になって、朝子はうなずいた。祖父、宮本源一郎は、美術収集家としての一面も持っていましたが、晩年は物の真の価値について考えるようになったそうです。特に箱については、誰かに語るたびに、本当の宝は目に見えないものだ、と言っていたと父から聞きました。高志は思わず身を乗り出した。それは興味深い考えですね。祖父は亡くなる前、家族を集めて、この箱は最も価値を理解できるものに、と言い残したのです。しかし、親族たちの多くは、価値がある、という言葉に飛びついて、金銭的価値を期待した。高志が言葉を継いだ。そうです。朝子の表情が沈んだ。叔父や遠い親戚たちが争い、ついには法的な相続問題にまで発展しました。その間に箱は何者かによって持ち出され、それ以来、行方不明になっていたのです。高志はしばらく黙っていた。彼女の話に嘘はなさそうだった。そして、なぜか自分自身も物の価値について考えさせられた。朝子さん、高志はようやく口を開いた。あなたの話は理解できます。しかし、私もこの箱に惹かれているのです。すぐに返すとは約束できません。朝子の表情が硬くなるかと思いきや、意外にも彼女は小さく微笑んだ。実は、それがあなたに会いたかった本当の理由です。もし単に箱を返してほしいだけなら、もっと直接的な方法をとったでしょう。どういう意味ですか？青柳さん、あなたは古美術商として評判が高い、物の価値を見抜く目を持つ人だと聞いています。彼女はまっすぐに高志の目を見た。私は箱の真の価値を理解したいのです。そして、もしかしたら、あなたならそれを解き明かせるかもしれないと思ったのです。高志は意外な展開に戸惑いを隠せなかった。つまり、箱を返してほしいのではなく、一緒に調査してほしいということですか。はい。朝子はうなずいた。祖父の意思を理解したい。箱が何を語りかけようとしているのかを知りたいのです。高志は朝子の顔をじっと見つめた。彼女の目に嘘はなさそうだった。しかし、すべてを話しているわけでもなさそうだ。わかりました。高志は決意を固めた。一緒に調査しましょう。ただし、最終的に箱をどうするかは、その結果次第です。朝子はほっとしたように微笑んだ。ありがとうございます。一度、箱を見せていただけますか。高志はバッグから箱を取り出し、テーブルの上に置いた。朝子の指が箱の表面を撫でる。その仕草には懐かしさと敬意が混じっているようだった。宮本朝日のイニシャル。彼女は底面の M.A. を見つけてつぶやいた。確かに曽祖父のものです。明治時代の人物がイニシャルを使うのは珍しいと思いましたが、高志は言った。曽祖父は国際的な貿易商でした。頻繁に外国人と取引していたので、西洋風の習慣も身につけていたのでしょう。朝子は説明した。二人はそれからさらに1時間ほど話し合い、宮本家の歴史と箱の謎について情報を交換した。朝子の話によれば、宮本朝日は明治の実業家として財を成したが、晩年は物質的な富よりも、真の価値を追求するようになったという。彼の息子、そして孫である朝子の祖父もまた、その思想を受け継いでいたようだった。明日、
祖父の古い資料を持ってきます。朝子は立ち上がりながら言った。もしかしたら、そこに手がかりがあるかもしれません。ここで会えますか？たかしが尋ねた。いいえ。朝子は首を横に振った。あなたの店に伺いたいです。骨董品に囲まれた環境で箱を見ることで、また違った角度から調査できるかもしれません。それに、専門的な道具もおありでしょうから。二人は次の日の午後に会う約束をして別れた。カフェを出た後、たかしはバッグの中の箱の存在を強く意識しながら帰路に着いた。彼は今日の出会いが単なる偶然ではないような気がしていた。マリコ、僕は何か不思議な旅の途中にいるようだ。彼は歩きながらつぶやいた。でも不思議と怖くはないんだ。第4章、隠された記憶。日曜日の午後、店の閉店時間が近づく頃、約束通り朝子が青柳小美術店を訪れた。彼女は大きな布製のバッグを抱え、どこか緊張した面持ちだった。家の倉庫からこれらを持ってきました。朝子はバッグから古い書類の束と革草の小さなアルバム、そして木製の細長い箱を取り出した。祖父の遺品の一部です。たかしが店の鑑定室と呼んでいる奥の部屋に通すと、朝子は持ってきた品々をテーブルの上に丁寧に並べた。窓から差し込む柔らかな光の中、二人は宮本家の過去を紐解き始めた。これが宮本朝日の写真です。朝子がアルバムのページを開くと、古い肖像写真が現れた。写真に写る男性は50代だろうか。堂々とした風格を漂わせていた。西洋風の燕尾服に身を包み、髭を蓄え、凛とした瞳でまっすぐにカメラを見つめている。その隣には、同じく西洋風の装いをした婦人が座っていた。曽祖母のしずです。朝子は婦人を指さした。二人は明治20年頃にヨーロッパを訪れています。曽祖父はそこで西洋の美術と文化に触れ、特に工芸品のコレクションを始めました。たかしはページをめくるたびに、宮本家の歴史を垣間見ることができた。立派な邸宅、海外からの来客、美術展覧会の様子、そして、宮本朝日が集めた品々の写真も何枚かあった。これは、たかしが目を留めたのは、アルバムの中ほどにある一枚の写真だった。そこには宮本朝日が、彼らが今調査している箱とよく似たものを手に持っている姿が写っていた。しかしよく見ると、それは同じ箱ではなかった。この箱も宮本朝日のコレクションだったのですか。朝子は写真を覗き込み、表情を曇らせた。はい、曽祖父は、記憶の箱と呼ばれる箱物のコレクションを持っていました。私の知る限り、7個ほどあったそうです。7個？たかしは眉を上げた。すべて同じような箱だったのですか。いいえ、それぞれ異なるデザインでしたが、すべて鍵付きで特別な仕掛けがあったと聞いています。朝子は説明した。曽祖父は各箱に家族の記憶を収めていたそうです。でも、時代が下るにつれて、箱の多くは失われました。戦災や売却などで、朝子は別の資料の束を開き、ページをめくった。これは祖父、源一郎の日記の一部です。彼は若い頃に軍務に従事し、帰還後、家業を立て直しました。その過程で曽祖父の遺品の多くを取り戻そうとしたようです。たかしは日記のページに目を走らせた。そこには宮本源一郎の美術品探索の記録が綴られていた。中でも、父の箱についての記述が何度も現れる。祖父は特に、約束の箱
と呼ばれる一つの箱にこだわっていたようです。朝子は日記の一節を指さした。ここに、父の箱を見つけた、という記述があります。昭和40年頃のことですね。高志は日付を確認し、計算した。それは彼が亡くなる約3年前ですね。はい。私が生まれるずっと前のことです。朝子はうなずいた。その後、祖父は箱についてあまり他言しなくなったと父から聞きました。ただ、時が来たら、真の相続人に渡す、と言って、その思いを父に託したそうです。二人がさらに資料を調べていると、高志の目に一枚の写真が止まった。そこには年老いた宮本源一郎が、高志が持つのと同じ箱を膝に乗せている姿があった。その後ろには竹林が広がり、小さな別荘のような建物が見える。この場所はどこですか？高志が尋ねた。朝子はその写真を見て、少し驚いたような表情を見せた。鎌倉の別荘です。祖父は晩年、そこで過ごすことが多かったと聞いています。でも、この写真は見たことがありませんでした。箱を手に入れた直後の写真かもしれませんね。高志は推測した。朝子は思案顔で写真を見つめた。その別荘は今でもあります。管理人が時々見回っているだけで、ほとんど使われていません。そこに行けば、何か手がかりがあるかもしれません。行ってみましょう。高志は即座に答えた。自分でも驚くほどの即断だった。朝子は少しためらった後、うなずいた。明日の午後はご都合いかがですか？店は助手に任せられます。高志は答えた。翌日、高志と朝子は鎌倉の小さな駅で落ち合った。初夏の陽光が木々の間から漏れ、そよ風が二人の方を撫でる。朝子の案内で細い山道を10分ほど歩くと、竹林の中に古びた日本家屋が姿を現した。ここが祖父の別荘です。朝子は錆びかけた門に鍵を差し込んだ。何年も誰も住んでいないので、中は埃だらけかもしれません。扉が開き、二人は中に入った。和風の玄関を抜けると、小さな居間がある。障子の一部が破れ、畳の上に木漏れ日がまだら模様を描いている。家具は最小限で、時間が止まったような静けさが漂っていた。あなたのおじいさんはここで何をしていたのでしょう。高志はつぶやいた。晩年は書を書いたり、庭の手入れをしたりしていたようです。朝子は説明した。父は、老いた仙人のようだった、と言っていました。高志は部屋の隅にある小さな書斎に目を向けた。簡素な机と書棚があり、埃をかぶった古い書物が並んでいる。彼は棚に近づき、本のタイトルを眺めた。哲学書、芸術論、そして仏教関連の書物が多い。箱は持ってきましたか？朝子が尋ねた。高志はうなずき、バッグから箱を取り出した。この場所で何か手がかりが見つかるかもしれないと思って、朝子は部屋の中央に座り、箱を手に取った。祖父がこの部屋で箱を見つめていたと想像すると、彼女の声が少し震えた。二人は別荘の中を丁寧に調べ始めた。書斎の引き出し、衣類ダンス、押し入れの奥。しかし、特に手がかりは見つからなかった。何も見つからないかもしれませんね。朝子は諦めかけた声で言った。高志は部屋の隅にある床の間に目を向けた。彼は床の間に近づき、注意深く畳を調べ始めた。何をしているんですか？朝子が尋ねた。昔の家では、大切なものを床下や床の間の裏に隠すことがありました。高志は説明した。彼は床の間の床板の縁を慎重に調べ、わずかに浮いている部分を発見した。そっと持ち上げると、
その下に小さな隠し引き出しがあった。引き出しの中から一冊の薄い手帳が現れた。こんなところに隠し場所が。朝子は言葉を失った。二人は緊張した面持ちで手帳を開いた。はじめのページには、真の鍵は、失うことを恐れぬ者だけが手にする、と書かれていた。祖父の筆跡です。朝子は息を飲んだ。それは宮本源一郎の詩的な日記だった。さらにページをめくると、箱についての記述が多く見られた。高志は一節を読み上げた。箱は単なる容器ではない。それは心の鏡である。中に何を入れるかで、その人の魂が映し出される。朝子は別のページを指さした。こちらには、永遠の価値と一時の価値。多くのものは金銀を求めるが、本当の宝は記憶と絆の中にある。と書かれています。二人は日記をさらに読み進めた。宮本源一郎は哲学的な思索とともに、箱についての具体的な記述も残していた。特に、箱の仕掛けについての言及があった。箱の開け方は、力ではない、理解である。高志は読み上げた。装飾の中に道が隠されている。その時、高志の目は日記の余白に描かれた小さな図案に止まった。それは箱の装飾の一部と一致していた。複雑な線が交差する図案だが、よく見ると特定のパターンが浮かび上がる。これは、高志は箱を手に取り、装飾と図案を見比べた。装飾の中に何かの指示が隠されているのかもしれません。朝子も興奮して身を乗り出した。鍵がなくても開けられる方法が、可能性はあります。高志は慎重に言った。日が傾き始め、別荘の中に夕暮れの影が忍び寄ってきた。二人は日記と箱を持って、別荘を後にした。帰り道、彼らは宮本源一郎の哲学と箱の謎について話し合った。祖父は何を伝えたかったのでしょう。朝子は小さな声で言った。何十年も経った今になって、なぜこの箱が再び現れたのか。高志にはその問いに対する答えはなかった。しかし、不思議と彼の心には確信があった。この箱が自分の手に渡ったのは偶然ではないという。二人が駅に着くと、日は山の向こうに沈み、空は茜色に染まっていた。別れ際、朝子は高志をまっすぐ見つめていった。明日、この日記をじっくり調べましょう。そして、箱の仕掛けについても、高志はうなずいた。明日、店で待っています。電車に乗り込む朝子を見送りながら、高志は、真の鍵は、失うことを恐れぬ者だけが手にする、という言葉を思い返していた。失うことを恐れない。それは彼にとって最も難しいことだった。第5章、破壊の夜。高志と朝子は鎌倉から持ち帰った宮本源一郎の日記を前に、青柳古美術店の奥の作業部屋で頭を寄せ合っていた。初夏の午後の陽光が窓から差し込み、日記のページを照らしている。装飾の中に道が隠されている。高志は日記に描かれた図案を指でなぞりながら言った。この線と箱の表面の模様が一致しています。朝子は日記と箱を交互に見比べながらうなずいた。祖父は暗号好きでした。幼い頃、私に送ってくれた手紙にも隠しメッセージがあったものです。二人はすでに2日間、日記の解読と箱の調査に没頭していた。日記には宮本源一郎の哲学的思索とともに、箱についての暗示的な記述が散りばめられていた。鍵は外にではなく、内にある。高志は別のページの一節を読み上げた。物理的な鍵ではなく、何らかの仕掛けを意味しているのでしょうか。朝子は箱を慎重に手に取り、表面の装飾をよく見た。この花の模様、
見れば見るほど何かの順序を示しているように思えます。祖父の日記に描かれた線が、この花々を特定の順序で結んでいるのではないでしょうか。試してみましょう。たかしは箱を取り、装飾の中の特定の点を日記の図案に従って順番に押してみた。しかし、何も起こらなかった。もう少し複雑かもしれません。朝子は言った。単に押すだけでなく、回転や組み合わせがあるとか、たかしは眉を寄せた。明治時代の技術で、そこまで複雑な仕掛けが可能だったでしょうか。曽祖父は西洋の最新技術に精通していました。当時の一流の職人に依頼すれば、不可能ではなかったでしょう。彼らの会話は、突然の電話の呼び出し音で中断された。たかしが受話器を取ると、助手の健太の声が聞こえた。先生、すみません。お客様が特別な査定を希望されていて、今日はもう閉店時間だろう。たかしはやや苛立ちを覚えながら答えた。はい。でも相当熱心なお客様で、先生にしか見てもらえないと。健太の声は困惑している様子だった。たかしはため息をついた。わかった。10分ほどで表に出る。電話を切ったたかしは佐子に状況を説明し、謝った。少しだけ席を外します。すぐ戻りますので、大丈夫です。朝子は微笑んだ。私はもう少しこの日記を調べています。たかしが店の表に出ると、そこには70代と思われる痩せた男性が立っていた。一見して裕福ではない風貌だが、眼光だけは鋭かった。青柳先生ですね。男は深く頭を下げた。私は佐藤久彦と申します。お忙しいところ申し訳ありません。どのような品物の査定でしょうか？たかしは丁寧に尋ねた。佐藤は少し躊躇した様子を見せた。実は、査定というより、ある品物について調査しているのです。彼は声を低くした。宮本家の遺品についてご存じないでしょうか。たかしの心臓が一拍早く打った。宮本家ですか。はい。特に、明治時代の宮本朝日が所有していた箱物について、佐藤の目に、一瞬欲望の光が灯った。たかしは動揺を隠そうと努めた。申し訳ありませんが、特に情報はありません。なぜ私にお尋ねになるのですか。骨董業界では、青柳先生が最近、特徴的な箱を入手されたと聞きました。様々な品を使っていますから、たかしは曖昧に答えた。具体的に何か必要でしたら、改めてご連絡ください。今日はもう閉店時間を過ぎています。佐藤はしばらくたかしの顔を観察するように見つめた後、名刺を差し出した。そうですか。では、何か情報がありましたら、ぜひご連絡ください。報酬は惜しみません。たかしは名刺を受け取り、礼を言った。佐藤が店を出た後、彼は急いで作業部屋に戻った。朝子さん、佐藤久彦という人物が宮本家の箱について尋ねてきました。たかしは緊張した声で伝えた。朝子の表情が一瞬凍りついた。佐藤久彦を？彼女の声には明らかな動揺があった。ご存知ですか？はい。朝子は顔色を変えた。祖父の元使用人です。彼は家の相続争いの時にも現れました。彼は箱に何か関係があるのですか？祖父が亡くなる前、彼はずっとそばにいました。朝子は言った。父は彼のことを宝探しに取り憑かれていると警戒していました。その夜、朝子は帰り支度をしながら、たかしに警戒するよう忠告した。佐藤さんはまた現れるかもしれません。気をつけてください。あなたも。たかしは言った。彼はあなたのことも知っているのでは。朝子は少し迷った後、告白した。
実は、私もマークされているようです。数日前から、誰かに見られている気配がありました。なぜ言わなかったのですか？たかしは困惑した。あなたを心配させたくなかったから、朝子の答えは単純だった。翌日、たかしは店で通常の業務を行っていたが、どこか落ち着かなかった。佐藤の訪問が頭から離れず、時折窓の外を確認する自分に気づいた。しかし、何事もなく一日が過ぎた。その翌日の夜、たかしは散らかった家の中で片付けをしていた。佐藤の訪問から2日が経ち、少し安心していた矢先だった。突然、たかしの携帯電話が鳴った。娘のめぐみからだった。お父さん、大変。店の警報が作動したって警備会社から連絡があったの。お父さんの携帯に何度かけても繋がらないから、緊急連絡先の私に連絡があったのよ。たかしは血の気が引いた。今すぐ向かう。彼は急いで店に駆けつけた。到着すると、すでに警察が現場を調査していた。店内は荒らされ、いくつかの棚が倒され、骨董品が床に散乱していた。たかしは心配になり、すぐに朝子に連絡を入れた。幸い朝子と連絡が取れ事情を聞いた朝子はすぐに駆けつけると言った。何が盗まれましたか？警官がたかしに尋ねた。たかしは震える手で店内を確認した。江戸時代の印籠と、明治期の七宝焼きの花瓶、それと中国の青銅器も、装飾が派手で一目で高価に見えるものばかりです。しばらくして、朝子が到着した。あの箱は無事だったんですか？大丈夫です。たかしは小声で答えた。作業部屋のロッカーに入れてあります。警察の調査が終わり、現場検証の人々が帰った後、たかしと朝子は被害状況を詳しく確認した。ガラスケースは壊され、いくつかの骨董品は破損していたが、盗まれたのは目立つ品々だけで、本当に価値のある品の多くは無事だった。何かを探していたのでしょうか。たかしは頭を抱えた。あの箱でしょう。朝子の声は硬かった。しかし見つからなかったので、代わりに見栄えのする品を持っていった。おそらく佐藤さんならやりかねません。二人が片付けを続けていると、たかしは突然立ち止まった。待って。彼は急いで奥の部屋へ向かい、特別な場所に飾られていた茶碗を確認しようとした。しかし、その場所は空だった。床には砕け散った青磁のかけらが、マリコの、たかしの声は風前の灯火のように震え、途切れた。朝子が駆け寄る足音が遠い世界から響いてくるようだった。それは、妻の、最後の贈り物だった茶碗です。たかしは膝をつき、硬い床に落ちた青磁のかけらに触れた。指先が震える。もともと縁がかけていた不完全な茶碗でしたが、彼女にとって、私たちにとって、かけがえのないものだったのです。朝子は何も言わず、静かにたかしの横に膝をついた。小さなかけらを一つ、また一つと、丁寧に集める彼女の指に、たかしは亡き妻の面影を重ねた。すべてを集めましょう。朝子の声は柔らかく、優しかった。修復できるかもしれません。たかしは頭を振った。いいえ。もう元には、言葉は喉の奥に沈殿し、出てこなかった。妻の形見の茶碗の喪失は、妻自身の喪失を再び、生々しく呼び覚ました。5年前に抱いた深い喪失感が、傷口を開かれるように、今また新たな形で彼の胸に押し寄せてきた。その痛みは昨日のことのように鮮明だった。朝子は静かに部屋を出て、たかしに一人の時間を与えた。10分ほど経って戻ってきた彼女の手には、箱があった。青柳さん、
彼女は慎重に声をかけた。犯人に箱を見つけられなかったのは幸いでした。しかし、彼はまた来るでしょう。たかしは茶碗のかけらを握りしめたまま顔を上げた。犯人は本当の価値がわからないのです。朝子は箱をたかしの前に置いた。祖父の日記と箱の模様、それに、失うことを恐れぬ者だけが鍵を手にする、という言葉、今、これらすべてがつながり始めているのではないでしょうか。たかしは茶碗のかけらを見つめた。失うこと、彼はつぶやいた。朝子が帰った後、たかしは一人、散らかった店の中に立ち尽くした。彼は妻の茶碗のかけらを手のひらに乗せ、その重みを感じていた。マリコ、僕は何を失うことを恐れているのだろう。彼は静かに問いかけた。すでに君を失った。それなのに、なぜまだ何かに執着しているのだろう。彼は箱を手に取り、今夜の出来事を振り返った。佐藤の訪問、店の荒らされた様子、そして茶碗の破壊、すべてが箱と関連しているように思えた。そして何より、彼自身の内なる葛藤も、本当の宝は目に見えないもの。その言葉が、今夜初めて、彼の心に深く響いた。第6章、二人で開ける扉。翌朝、たかしは散らかった店の中で目を覚ました。彼は一晩中、片付けをしていたのだ。しかし心の中の混乱は、外の散らかりよりはるかに大きかった。彼は茶碗のかけらを慎重に紙に包み、引き出しにしまった。修復できないことは分かっていた。それでも捨てられなかった。マリコが最後に彼に送った不完全な茶碗。大切なのは完璧さじゃないのよ。という彼女の言葉が、今になって別の意味を持ち始めていた。たかしは店の中を見回した。高価な印籠や七宝焼きの花瓶は盗まれ、他の品々も多くが破損していた。長年集めてきた品々、彼の人生そのものとも言える骨董品たち。しかし不思議なことに、その喪失感は彼が予想したほど強くなかった。電話が鳴り、たかしは受話器を取った。青柳さん、朝子です。大丈夫ですか？ええ。たかしの声は疲れていたが、冷静だった。少し片付けをしました。警察からの連絡はありましたか？まだです。たかしは窓の外を見た。曇り空が広がっていた。でも、佐藤の仕業でしょうね。おそらく、朝子の声には緊張感があった。青柳さん、私は少し身を隠そうと思います。昨夜、自宅の周りで怪しい人影を見かけて、大丈夫ですか？たかしは心配して尋ねた。はい。友人の家に泊まります。連絡はこの携帯電話にお願いします。朝子は番号を伝えた。数日後、また連絡します。その間、箱は安全です。たかしは答えた。しかし、もう開けることにしました。開ける？朝子の声が上がった。でも、まだ手がかりが足りないのでは。もう失うものはない。たかしの声は決意に満ちていた。何が起ころうと、この謎を解きたい。電話の向こうで朝子が深く息を吐く音が聞こえた。わかりました。でも、無理に開けると箱自体が壊れるかもしれません。田中に連絡します。たかしは言った。彼は鍵と錠前の専門家です。もし開けられたら、私も一緒に立ち会いたいです。もちろん、連絡します。たかしは約束した。午後、雨が降り始めた頃、田中が道具箱を持って店を訪れた。たかしは簡単に昨夜の出来事を説明し、箱を取り出した。無理に開けたいのか。田中はメガネの奥の目を細めた。前に言ったように、
仕掛けが壊れる可能性があるぞ。構わない。たかしは断固として言った。もう待てない。田中は箱を丁寧に調べ、鍵穴を拡大鏡で覗き込んだ。複雑な構造だ。普通のピッキングでは開かないだろう。雨の音が激しくなる中、二人は箱と格闘した。田中は器用な指先で鍵穴の内部を探り、時折首をかしげては別の工具を試した。1時間が過ぎ、2時間が過ぎた。難しい。田中はついに認めた。普通の鍵では開かないような仕掛けがある。箱全体が一つの精巧な錠前のようだ。何か他の方法は？たかしは焦りを隠せなかった。田中は少し考え込んだ。もう少し強引な方法もある。しかし、内部の仕掛けは間違いなく壊れる。たかしは箱を見つめた。やってくれ。本当にいいのか？田中は友人の顔をじっと見た。一度壊れたら、元には戻らない。もう決めた。たかしの声は静かだが、揺るぎなかった。田中はため息をついた。わかった。でも、少し準備が必要だ。もっと精密な道具を取りに行ってくる。田中が雨の中を出て行った後、たかしは一人、箱と向き合った。150年の時を経て、この箱は様々な手を渡り、様々な思いを乗せてきた。そして今、彼の手で開けられようとしている。本当にこれでいいのだろうか？たかしは自問した。窓の外では雨が激しさを増し、時折雷鳴が響いていた。夏の嵐だ。たかしは箱を手に取り、日記に描かれていた図案を思い出した。装飾の中に道が隠されている。店の扉が激しく開く音がした。田中か？たかしが顔を上げると、そこには水滴を滴らせた朝子が立っていた。彼女の顔は真剣そのもので、息は荒く、雨に濡れた髪が頬に張り付いている。やっぱり、彼女は息もキレキレに言った。一人ではダメだと思ったんです。朝子さん、どうして？祖父の日記をもう一度読み返していて、気づいたんです。朝子は雨がっぱを脱ぎながら言った。真の鍵は、失うことを恐れぬ者だけが手にする。の意味を、意味？はい。朝子はたかしの傍らに座った。日記の別のページにも、一人では見つけられぬ真実がある、と書かれていました。そして、彼女は日記を開き、箱の装飾と似た図案を指さした。この線、一人の指ではたどれません。二人の手が必要なのです。たかしは日記を覗き込んだ。確かに図案は複雑で、一つの線は箱の対角線上の点を結んでいた。一人の手では同時に触れることは不可能だ。二人で同時に触れる必要がある。たかしは言葉を失った。だから一人では開けられなかった。そうなんです。朝子はうなずいた。祖父は、つながりの大切さを伝えようとしていたのではないでしょうか。一人では解決できない問題があると、二人は改めて箱を前に座った。日記の図案を参考に、箱の装飾の特定の点を特定した。朝子が箱の一方の側に、たかしがもう一方の側に指を置く。準備はいいですか？朝子が尋ねた。たかしはうなずいた。日記の通りに、彼らは日記に描かれた順序で、二人同時に箱の装飾に触れていった。最初の花、次のつぼみ、開花する様子。しかし、何も起こらなかった。これでもダメか。朝子は眉を潜めた。たかしは考え込んだ。装飾の中に道が隠されている。彼は装飾をじっと見つめた。そして気づいた。朝子さん、この図案、光の当たり方で見え方が変わりませんか？朝子も目を凝らしてみた。確かに、影によって違う模様に見える。たかしはランプの位置を変え、
箱に光を当てる角度を調整した。すると、装飾の影が微妙に変わり、別の線が浮かび上がった。これだ。たかしは興奮していった。影の線に沿って触れるんだ。二人は新たに見えた線に沿って、再び同時に箱の特定の点に触れ始めた。朝子が左側、たかしが右側、一点一点。ゆっくりと、しかし確実に、最後の点に触れた瞬間、箱からかすかな、カチリ、という音がした。二人は息を飲んだ。開いた。朝子が囁いた。たかしは慎重に箱の蓋に手をかけた。少し抵抗があったが、ゆっくりと持ち上げることができた。開いた。彼は静かに言った。その時、田中が戻ってきた。彼は雨に濡れた姿で、道具箱を片手に立っていた。やあ、朝子さんも来ていたのか。田中さん、開きました。たかしは興奮した声で言った。なんだって。田中は驚いて近づいてきた。一体どうやって。二人の手が必要だったんです。朝子は微笑んだ。一人では開けられない仕掛けでした。三人は開いた箱を囲んで、その中を覗き込んだ。中には古ぼけた一冊の写真アルバムと、一通の手紙があった。第7章、記憶という宝物。朝子が手を伸ばし、アルバムを開いた。そこには宮本家の幸せな時代の写真が収められていた。祖父母の若かりし頃の姿、家族の集まり、子供たちの笑顔、宝物。朝子の目に涙が浮かんだ。たかしは静かに手紙を取り上げた。封筒には、真の相続人へ、と書かれていた。彼は朝子に手渡した。あなたが開けるべきです。朝子は震える指で封を切り、中の便箋を取り出した。彼女は声に出して読み始めた。この箱を開いたあなたへ、真の価値を理解できる者だけが、この箱を開くことができる。それは物質的な富ではなく、人とのつながりと記憶という、この世で最も貴重な宝物を理解できるもの。一人では箱を開けられない。それは人生も同じこと。私たちはつながりの中でこそ、本当の価値を見出すことができる。我々の人生は不完全で、時に欠けたところがある。しかし、その不完全さこそが、私たちを人間たらしめる。完璧を追い求めるあまり、本当に大切なものを見失わないように、この箱に残したのは、私の最も大切な宝物、家族の記憶。これを託せるものが現れることを、私は信じていた。宮本源一郎。朝子の声が静かに部屋に響き、雨音と混ざり合った。たかしは茶碗のかけらを見つめ、そして箱の中の写真を見た。物の本当の価値は、そのもの自体ではなく、それが運ぶ記憶と情緒にある。彼は静かに言った。そして、それを共有する人がいてこそ意味がある。田中は二人の様子を見て、そっと席を立った。私はこれで、また明日来るよ。彼が去った後、たかしと朝子は箱の中の写真アルバムをゆっくりとめくった。そこには宮本家の歴史が詰まっていた。喜びと悲しみ、誕生と死、日常の小さな幸せの瞬間瞬間。さらに調べると、意外な発見があった。アルバムの間に挟まれていた数枚の古い紙片の中に、たかしの妻、マリコの若い頃の写真があったのだ。これは、たかしは息を飲んだ。写真には若いマリコが写っており、その背景は明らかに宮本家の別荘だった。あなたの奥様ですか？朝子が尋ねた。ええ。マリコです。しかし、彼女が宮本家と関係があったとは知りませんでした。朝子は写真を注意深く見た。
この写真の裏に何か書かれています。たかしが写真を裏返すと、朝子の父の筆跡で、マリコさんは父の思想をよく理解してくださいました。青柳隆様もまた、物を愛する純粋な心を持つ方だと伺っています。と書かれていた。私宛ての手紙があったのも、マリコがきっかけだったのですね。隆は静かに言った。朝子はうなずいた。マリコさんが1990年代に美術史を学んでいた頃、私の父から祖父、源一郎の思想について多くを学んだのです。父は祖父の物の真の価値という考えを受け継いでいました。マリコさんは結婚された際、父に物の真の価値がわかる人と結婚したと話されたそうです。そして朝子さんのお父様が、はい、父が祖父の意思を受け継ぎ、いつか箱を渡すべき人物として骨董市の店主にあなたのことを伝えていたのです。朝子は説明した。箱はあなたのもとへ行くべくして行ったのです。二人はさらにアルバムを調べ、宮本家の歴史を詳しく知ることができた。箱の中には他にも小さな遺品があった。古い鍵、子供の描いた絵、家族からの手紙、どれも金銭的価値はないが、家族の記憶を物語る貴重な品々だった。これが祖父の言った真の宝なのですね。朝子は言った。家族の記憶と絆。隆はうなずいた。佐藤さんがこれを見たら、きっと失望するでしょうね。きっとそうでしょう。朝子は微笑んだ。彼は、価値という言葉の本当の意味を理解していないから。窓の外では、少しずつ雨が弱まり、雲の切れ間から夕日の光が差し込み始めていた。長く暗い一日が、ようやく終わろうとしていた。失うことを恐れぬ者だけが鍵を手にする。隆は茶碗のかけらを見つめた。私はずっと、失ったものに執着していた。でも、本当に必要だったのは、受け入れること、そしてつながること。朝子が言葉を継いだ。一人では見つけられない価値があると知ること。隆は静かにうなずいた。彼の心の中で何かが静かに、しかし確かに変わり始めていた。隆は茶碗のかけらを手に取った。そして静かに箱の中に置いた。私の最も大切な記憶も、ここに、朝子の目に涙が浮かんだ。素敵な考えです。第8章、新たな始まり。箱を開けた翌日、朝子は隆に提案した。箱と、その中身の価値を共有しましょう。記憶を守り、共有する場所を作るのです。記憶のギャラリーですか？そうです。隆は熱心に続けた。物が持つ記憶と価値、そして手放すことの必要性を伝える場所です。1ヶ月後、山手の静かな洋館を改装した記憶のギャラリーがオープンした。入り口には、本当の宝は目に見えないものにあると書かれた看板が掲げられている。中央の展示室には、あの箱が置かれていた。しかし今は鍵がかけられておらず、中には隆の壊れた茶碗とともに、宮本家の写真アルバムが収められている。そして来館者が、自分の大切な思い出を書いたカードを入れられるようになっていた。隆は店の規模を縮小し、より厳選した品々だけを扱うようになった。彼の住まいも、以前より物が少なくすっきりとしている。しかし奇妙なことに、その空間には以前より温かみがあった。記憶のギャラリーは、徐々に人々の関心を集め始めていた。物の持つ記憶をテーマにした展示に、多くの人が共感を覚えるようだった。青柳さん。開館から1週間後のある夕方、朝子が事務室に入ってきた。
新しい展示のアイデアがあるのですが、何ですか？たかしは微笑んだ。二人の間には、この1ヶ月で自然な信頼関係が育まれていた。失われた箱と見つかった記憶というテーマで、朝子は興奮した様子で言った。私たちの物語を展示するのです。面白いですね。たかしはうなずいた。でも、まだ物語は続いていると思いませんか？朝子は少し照れたように笑った。そうですね。まだ始まったばかりかもしれません。ある日、若いカップルが箱を見ていた。中に何があるの？女性が尋ねるのが聞こえた。写真や手紙、壊れた茶碗。男性が答えた。でも展示の説明によると、本当に大切なのはその中身じゃなくて、それが運ぶ記憶なんだって。素敵ね。女性は微笑んだ。私たちも何か残していきましょう。たかしはその会話を聞きながら、静かに微笑んだ。彼はもう、物に執着する人ではなくなっていた。今や彼は、物が運ぶ記憶と情緒を守り、共有する人になっていた。1週間後、警察から返還された骨董品が店に戻ってきた。たかしはそれらを丁寧に調べたが、不思議とかつてのような執着心は感じなかった。代わりに彼は、隠し名が持つ物語に思いを馳せていた。佐藤久彦も逮捕され、彼が40年間探し続けていた宝の正体を知ることになった。面会に訪れたたかしに、佐藤は言った。私は間違っていました。本当の宝は、人それぞれにとっての宝があります。たかしは静かに答えた。あなたにとっての宝は何でしょうか？佐藤は長い間黙っていたが、やがて小さくうなずいた。その日の閉館後、たかしは一人で展示室に立っていた。森田が訪ねてきたのだ。良いギャラリーだ。森田は周りを見回しながら言った。君は見つけたようだね。何をですか？たかしは尋ねた。君が本当に探していたもの。森田は微笑んだ。ものそのものではなく、その心だ。たかしはうなずいた。あなたと骨董市の店主は知り合いだったんですね。まあ、古い友人さ。森田はさりげなく答えた。偶然の出会いというものもある。しかし時に、その偶然は必然なのかもしれん。その夜、たかしはマリコの写真を見つめながらつぶやいた。マリコ、僕はやっと理解したよ。大切なのは完璧さじゃない。大切なのはつながりだ。窓の外で、一点の木の葉が風に舞い、月明かりに照らされながら、ゆっくりと地上へと降りていった。エピローグ。数ヶ月後、記憶のギャラリーは多くの人々に愛される場所となっていた。たかしと朝子は共に、失われがちな記憶の価値を人々に伝え続けている。物への執着から解放されたたかしの心には、新たな温かさが宿っていた。それは、一人では見つけられない真実を、朝子と共に発見した喜びでもあった。ある午後、一人の老婦人が宝箱の前で立ち止まった。彼女は静かに涙を流しながら、自分の思い出を書いたカードを箱の中に入れた。ありがとう。彼女はたかしに言った。やっと手放すことができました。たかしは微笑んだ。お疲れ様でした。でも、記憶は決して失われません。ここにあります。記憶のギャラリーには、今日も多くの人が訪れる。そして鍵のない宝箱は、静かにその物語を語り続けている。本当の宝は目に見えないものにある。と、そして、一人では見つけられない価値があることを、二人の手で開かれた扉は教えてくれる。失うことを恐れず、つながることの大切さを信じて。